画用紙で作るシクラメンの花。こちらの作り方をご紹介していきます。それでは作っていきます。この画用紙は10センチと10センチの正方形になります。まずはこの画用紙をひし形に向けて三角に半分に折ります。半分に折ったらこれをまた半分に折ります。折ったら上下を変えて、手前の1枚ですね、こちらを広げて、そして潰すようにしてひし形になるように上の部分を折ります。折ったら裏返します。次に手前の三角形、こちらも広げて潰すようにしてひし形になるように上の部分を折ります。折ったら上下を反転させて、右下の辺、こちらを真ん中の方に向けてこのように折ります。左の方も同様に折ります。次にこれを裏返して、裏側も同様に真ん中の方に向けて折っていきます。折ったらこれを半分に折ります。そしたらこれに下書きを書いていきます。まっすぐなところに定規を当てて、下から 4.5 センチのところに印をつけます。印をつけたら今度は斜めの方、こちらに定規を当てて、下からだいたい1センチあたりのところに印をつけます。はい、このような感じです。次に花びらの断面を描きます。4.5 センチに印をつけたところからひし形を描くように描いていきまして、下の1センチのところに向けて少しカーブするような感じで線を引いていきます。下書きを描きました。上の方はひし形のような形、そして下に向けて少しまっすぐなカーブを描くような感じで描いてます。実際の花びらの画像などを見て描いてみてください。下書きを描いたらハサミで切っていくのですが、半分に折った状態だと厚みがあって切りづらいです。なので可能であればこの状態で切っていただくのですが、硬くて難しい場合はこちらを開いて、右の方にも同様に花びらの方を描いて、そして切ってみてください。はい、このような感じで描きました。下書きを描き終わりましたら、これを切っていきます。先に上の部分を切ると後がやりやすいと思います。はい、このような感じで切りました。次に手前に折っている部分を広げます。裏側の方も同様に手前に折っている部分を広げます。広げたら定規を下の方に当てて、今開いたところに折り筋があると思いますので、そこに定規を当てます。折り筋に定規を当てたら1センチのところに印をつけます。印をつけたら反対側の方、左の方も先ほど開いたところに折り筋がありますので、この折り筋に定規を当てて1センチのところに印をつけます。はい、折り筋のところに印をつけました。次に印をつけたところまでハサミで切れ込みを入れます。1箇所入れたらもう1箇所もハサミを入れてください。ハサミを入れました。もしもこのへこみの部分ですね、ここの形が左右違いが大きい場合は1回閉じて、そして端の方を少し切って形を整えてください。へこみの部分の形を整えました。次にこれを開きます。開いたらへこんでいる部分1箇所にハサミを中心に向けて入れます。
そしたら向きを変えて、まずは2つ切ります。2つ切ったら、その切った部分のその隣の花びら、そこの根元あたりを斜めにこのように切ります。次に切って残したこちらの部分、ここにボンドをつけます。ボンドをつけたら反対側の方、こちらに貼り付けます。貼り付けましたら、ボンドがしっかり貼り付いて動かなくなるのを待ちます。次に花びらの形を加工していきます。このままですとまっすぐなので、これを指で少し曲げます。このような形に曲げました。これを他の花びらも同様に指で少し曲げてみてください。花びらの先端の加工が終わりましたら、一旦これは置いときます。次に額辺と茎の方を作ります。額辺に使用する画用紙は横が3センチ、長さの方は5センチ以上あれば大丈夫だと思います。切れ端などの画用紙をご活用ください。まずはこちらの紙、折り紙でも不要な紙でも大丈夫です。この紙を先ほどの花びらと同じように八角形に、折っていってください。先ほどの紙を八角形に切れる折り方で折りました。もしも折り手順忘れてしまった場合は、花びらの折り手順と全く同じですんで、動画の概要欄からチャプター機能がありますので、そちらをご活用いただいて折り手順を確認していただければと思います。続きまして、これを半分に折ります。次に定規を当てていただき、下から1センチのところに印をつけます。印をつけたら少しばかりカーブを描くように線を引きます。小さいですが少しばかり線を引きました。あとはこれをハサミで切ってください。ハサミで切りましたら下の部分を使います。下の切った部分を広げます。このような形のものが出来上がります。次に画用紙、こちらを縦に半分に折ります。折ったら先ほど作ったもの、こちらを折れ目側に当てます。しっかりと半分のところが当たるようにしてください。次に鉛筆などで切ったものの縁をなぞっていきます。型紙代わりですね。鉛筆で書き終わりましたら、折っている状態でハサミで切ってください。ハサミで切りましたら、こちらを使います。次にこれを開いて、縦に折り筋が入ってますんで、この状態で横に半分に折ります。そして折り筋をしっかりとつけます。でつけたら開きます。開いたら向きを変えて、この状態でもさらに半分に折ります。折ったら開いて、今度は縦に折り筋をつけます。縦半分に折ったらこれを開きます。そうするとおのおの折り筋がついています。次にへこんでいる部分、ここにハサミを真ん中の方に向けて入れます。ハサミを入れましたら、花びらを作ったのと同じように、まず頂点2つ、トゲを2つのところを切り落として、そして三角の上の部分ですね、ここを切ります。このようなものが出来上がります。次にボンドを先ほど切って残した部分、ここに塗ります。そしたら隣の方、ここに貼り付けます。こんな感じです。ボンドがしっかりくっついて動かなくなるのを待ちます。
待ってる間に茎の方を少し加工します。こちらの画用紙は幅が5ミリ、長さの方が21センチになります。この画用紙の先端1センチあたりを折ります。折りましたら、今折った部分から先端の方に向けて、さらに5ミリほどですかね、のところを折ります。このような形のものを作ります。次にボンドで先ほど折った部分にボンドを塗ります。そして接着します。ボンドがくっついたら、こちらの細長いものと合流している部分、そのさらに先端側のところを上に向けて折ります。Y 字を作るような感じになります。ここまで作りましたら、今度は額辺を接着させます。Y 字に折った上の部分にボンドを塗ります。塗ったら額辺の上の方を接着します。このような感じで接着します。ボンドがしっかりと乾いて動かなくなるまで待ちます。ボンドの方が貼り付いたら、今度は花びらと額辺を貼り合わせます。貼り合わせる際は額辺のとんがっている部分、ここが花のへこんでいる部分に来るようにしてください。貼り付け位置の確認ができましたら、額辺の裏の方にボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったら貼り付けます。ボンドが貼り付いて動かなくなるまで待ちます。次に花びらをシクラメンの特有の形にしていきます。花びらを額辺のところに合わせるように、このように立ち上げます。で、立ち上げた部分をしっかりと折ります。はい、このような感じですね。このままですと戻ってしまうことがあるので、一度戻して、今つけた折り筋、ここにボンドを塗ります。少量でいいのでボンドを塗りました。そしたらこれをまた立ち上げて、下の部分を、ボンドを塗った部分を指で押します。あとはボンドが貼り付いて動かなくなるのを待ちます。ボンドで花びらの下の折ってる部分を貼り付けることで、手で押しても簡単に戻らないような感じになります。同じ要領で他のところもこのように立ち上げて、下の部分をしっかりと折ります。折ったら戻して、今つけた折り筋のところにボンドを塗ります。少量塗ったらまた立ち上げて、ボンドを塗ったところを手で押します。この部分のボンドが貼り付いて動かなくなるのを待ちます。で、動かなくなりましたら、残りの花びら3箇所ですね。これも同じ要領で立ち上げてボンドで貼り付けてください。残りの花びらも同様に加工するとこんな感じの見た目になります。この時に花の角度とか曲げ具合などを確認して微調整してください。花の方はこれで完成になります。続きまして葉っぱの方を作っていきます。この紙は6センチと6センチの正方形になります。葉っぱが作れるのであれば長さの方は何センチでも大丈夫です。まずはこの紙を三角に半分に折ります。半分に折ったらこれに下書きを書いていきます。シクラメンの葉っぱはハートのような形ですが、一応画像や写真などを見て作ってみてください。下書きを書いてみてください。下書きを書きました。もう少し丸っこくてもいいかもしれませんが、この状態でハサミで切ります。はい、ハサミで切りました。広げるとこのような感じの見た目になります。今回は葉っぱの特徴的な模様は書きませんが、葉っぱの横のところがギザギザしてますので、そこについては表現していきたいと思います。こちらを
折って、そしたらどちら側でもいいので、ハサミで細かく切れ込みを入れていきます。切れ込みを入れましたら、先ほど入れた角度とは違う角度にしてですね、またハサミを動かして、今切った部分を少しギザギザにさせます。一部分ですが、このように切りました。開きますとこんな感じになってます。これをですね、他のところも、このように切れ込みを入れていって、角度を変えてもう一度切れ込みを入れていってギザギザにしていきます。はい、今切ったところも広げるとこうなります。これはですね、やってもやらなくても大丈夫です。お好みでギザギザを作るか作らないか決めて葉っぱの方を作っていってください。細かい切れ込みを入れたらこれを開きます。次に葉っぱの形を加工します。この状態だと平面なので、親指人差し指でつまんで、人差し指で内側から押すような感じで加工していきます。はい、このような形で加工しました。葉っぱの方はこれで完成になります。あとはお好みの枚数作ってください。葉っぱの方ができましたら、今度は背景の方を作っていきます。この画用紙は A4 サイズの画用紙2枚になります。まずはこの画用紙を縦に半分に切ります。半分に切ったらこのうちの1枚ずつを使います。この2枚のうち上に重ねる方を決めてください。上に貼り付ける画用紙を正方形に切ります。定規で横の方の長さを確認していただいて、その分ですね、縦の下の方を切ってください。下の部分を切りました。横幅が 14.7 センチでしたので、縦の方も 14.7 センチで切ってます。これは実際に使用される紙で測って、そして切ってください。次に先ほどのもう1枚の画用紙、この上に乗せます。乗せたらこの紙の角度を変えていきます。この角度と左右上の出る幅、ここはお好みで決めていただいて大丈夫です。角度の方が決まったらこれを裏返します。裏返したら3箇所はみ出ている部分があるので、このはみ出ている部分をはみ出ている分だけ裏側に折ります。はい、このような感じです。これを向きを変えて他のところも同様に行います。内側に折りました。表に返すとこんな見た目になります。次にこれを接着していきます。もう一度裏返して裏側に折った3箇所、ここをめくり上げてボンドを塗ります。ボンドを塗ったら貼り付けます。同様に残りの2箇所もボンドで貼り付けてください。2箇所を貼り付け終わりましたら表に返します。表に返すと下の方がこのように開いているので、この部分を少しめくって開かないようにボンドで一部分接着します。ボンドを塗ったら貼り付けます。背景の方はこれで完成になります。次に作ったものを接着していきます。貼り付け方の説明をしていきます。まずシクラメンの花、これをどこに貼るかを決めていただいて、茎の方はこのように曲げている状態にします。この時に花の角度、あと上か下かなども決めてください。茎についてはこのまままっすぐでもいいですし、斜めにしてもいいです。茎を1回2回と回してひねって貼り付けてもいいと思います。これはお好みの形を決めていただいて貼り付けてください。葉っぱにつきましても、葉っぱは下の画用紙の背景の画用紙の辺のところに並べるような感じで貼っていきたいと思います。茎の先端は葉っぱの影に隠すような感じにします。手前に葉っぱという形でもいいですし、葉っぱを奥に貼るのもいいと思います。これは実際に並べてみて決めてください。だいたい花を貼る位置を決めましたら、鉛筆などで
印をつけます。花を少しどかして、小さくていいので少しだけは薄く鉛筆で印をつけます。これを他のところも同様に印をつけていってください。印をつけ終わったらどかしてしまいます。それでは貼り付けていきます。まずは奥の方に貼り付ける葉っぱからです。葉っぱの軸の部分、ここにボンドを塗ります。ボンドを塗る際は葉っぱの形を指で調整したと思いますので、表と裏注意しながらボンドをつけてください。で、ボンドをつけたらこれをお好みの位置に貼り付けてください。もう一枚も同様に貼ります。葉っぱを貼ったら今度は花を貼っていきます。花を貼る際はまず向きを確認して、背景に接する側の花びらですね、ここにボンドを塗っていきます。ボンドを塗ったらこの花びらを貼り付けます。貼る際の角度、位置に注意してください。このようにして貼り付けました。次に茎の方を貼っていきます。茎をねじると、そのねじる方向によって自然と茎が動いていきます。なので背景側に向かうようにひねってください。1回か2回ほどねじるとこのような形になります。形の方を決めましたら、下の方ですね、ここにボンドを塗ります。そして接着します。このような感じで貼り付けました。他の花も同様に花びら1枚にボンドを塗ります。塗ったら決めている位置に貼り付けてください。貼り付けたら菊の方を1回ほどですね、1回2回ひねって下の方に当てます。次に1本目のボンドで貼り付けた部分、そこと同じぐらいの位置にボンドを塗って、そして接着します。先ほど貼り付けた茎のボンドが貼り付いたら、余分な画用紙についてはハサミで切ってください。このような感じで他の花も同様に貼ってください。花をすべて貼り付けました。茎の方も貼り付ける位置を同じようなところにして、余りの部分はすべて切りました。あとは葉っぱの方を前の方に貼っていきます。貼るときはこの茎の切った部分をしっかりと隠すように貼ってください。それ以外のところはお好みの位置に貼っていってください。前の方に貼る葉っぱにつきましても、指で葉っぱの方を加工してますので、表と裏があると思います。なのでそこに注意しながら、これは表にグッとやった方ですね。表に出した側の軸の部分にボンドを塗って、この軸の部分を裏の方に返します。このような感じですね。そしたらこのボンドをつけた部分を注意しながら、軸の茎の下あたりですね、ここに貼り付けます。このような感じで他の葉っぱも貼り付けていってください。葉っぱの方を貼り付けました。このような感じで茎の先端を隠したり、あとは背景の四角い枠、線を少し見えるような形にしています。これで完成になります。いかがでしたでしょうか？ちょっと一つだけ補足させてください。背景の紙を貼り付けた際に全体的に上に今回寄ってしまったので、作成される際は花の方が上に寄りすぎないように、できるだけ真ん中の方に来るように調整しながら貼ってみてください。なので最後に1枚だけ葉っぱを貼り付けまして、バランスを取るようなことをやっております。補足の方は以上になります。これから寒くなってくる時期に、シクラメンの花が咲いてきますので、花の色につきましても白とかもう少し薄いピンクとかもありますので、お好みの画用紙を使ってシクラメンの花を作ってみてはいかがでしょうか。それでは今回は冬の花のシクラメンの作り方のご紹介でした。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と動画の高評価もお願いします。